部長です。紬だよ。今回からマイヤーズ熱帯雨林保護プロジェクトをやってくよ。こんにちは。雨のウェールズからごきげんよう。新聞を読む限りだと、あなたのボスに対する私の考えは正しかったよね。辛抱しているあなたは偉いわ。私だったら切れてしまうかもしれない。すぐ終わるから聞いて。近いうちにいい知らせが来るかもしれない。ある友人にあなたのことを口添えしておいたのよ。もう行かなきゃ夕食が焦げちゃうわ。気をつけてね。新しい動物園へようこそ。厳密にはまだ動物園ではないんだが、さて始める前に現場をちょっとばかりきれいにした方がいいな。ここには大量の有毒廃棄物が捨ててある可能性が少しばかりあったね。使われていない採石場とはいえ、この土地はとんでもなく安かったんだ。ついでにとんでもなく急勾配だ。だから客の移動にゴンドラを作ることを提案するよ。ちなみに私の提案は命令だと解釈してくれ。それに建設用地に隣接するエリアを見渡すと、非常にみすぼらしい動物たちがたくさん嫌でも目につくだろう。あいつらは途方に暮れているんだよ。本当に本気で途方に暮れている。特にユキオなんて哀れなもんだ。私が彼らを保護する手はずを整えるから、君は元気にしてやってくれ。それが正しいことだと思うんだ。それに新しい動物を飼うのに普通は金がいるしな。しかも動物たちを元気にすれば調査員も感心するだろう。そういえばもうすぐ来るんだった。さあさっさと行きたまえ。いつもわがままだね。まずは目標確認から始めよう。有害廃棄物があるんだね。除去にお金がかかるので気をつけるように。次は救助動物だね。これはさっき言っていた雪氷が該当するな。最後の350人のお客さんはやってたら達成しそうだね。シルバーとゴールドも確認しておこう。この中だとゴンドラが面倒な気がする。その時になったら考えよう。全体も見ておこうか。結構広そうだね。実際に使えるのはくぼんだ場所になっているところだけのようだ。そうなると見た目より狭いところにいろいろ作らないといけなさそう。あと荒廃したところだけあって、壊れた建物も目立つな。最初にゴミ掃除した方がいいって言ってたのはこれだね。ちなみに入り口付近の建物はどかせないのでそのままになるがな。一番きれいにしたいとこなのに。次に問題の廃棄物の確認をしておこう。温度でわかるって言ってたね。具体的にどこだろう。あの白い点が該当するんじゃないか。別に温度が高いってわけじゃないのか。いや、あの白い点の周りが赤黒くなっているぞ。ほんとだ。白い点がないけど赤いのは地中にでも埋まっているのかもな。どうやって取り除けばいいのかな。調べておいてくれ。ヒートマップを解除してくれ。ドラム缶みたいなのが見えるね。あれが廃棄物だな。では作業を始めていこう。まずは壊れた建物の撤去から。撤去したらお金が増えた。建物はお金になるらしい。自然物は逆にお金を取られるのでむやみに削除しない方がいいぞ。まずは建物から撤去すればいいね。自然はお金が増えてから削除かな。それまでは移動でどかしておこう。だいたい片付け終わったかな。今度は入り口付近の片付けだな。入り口のあたりもゴミがいっぱいだね。さっきも言ったが、あの建物はどかせないので気をつけてな。一番どかしたいのはボロボロの建物なのに。とりあえず自然物を奥にどかしていくよ。だいたい片付いたかな。そうだな。このエリアに飼育員屋だったりスタッフのエリアを配置できそうだね。もう少し開園まで時間がかかりそうだな。ほんと手間だね。片付けたからスタッフのエリアの準備から入るよ。何を準備しておくのだ。一通りかな。でもお客さんの影響を考えてできるだけこっちにかがめてしまうつもり。飼育小屋と電力は飼育エリアを考慮しておいておくつもり。悪くない考えだな。これまでの経験を生かそうと思って。最後に検疫書も作っておかないと。それがないと病気の発見が遅れてしまうしな。これで OK。 だいたいこの辺りはできたかな。今度は救助動物の確認をしておこう。いつもスペースがいい加減だしね。前もって行動できるようになったんだな。オカピとユキヒョウが対象だったんだ。何気にオカピは初登場。そうだな。まずオカピのズペディアから。結構広いスペースが必要そうだな。
飼育エリアの場所を考えないといけないな。次に雪氷。こっちはオカピよりは狭くてよいが、気温に気をつけないといけないな。必要なエリアの広さを確認したし飼育エリアを作っていくよ。まずはどっち用だ。雪氷、オカピは結構な広さが必要だったし、もう少し奥の方に作ってあげるつもり。なるほどな。すごいエリアが段々になっているので、狭い間隔で折り返さないといけないのが面倒だね。後でスペースのチェックもしないとな。そうだよね。もし狭かったらもう少し広げられるから、その時に対応しよう。後で拡張するのはここではなかなか骨が折れそうだ。飼育エリアの近くに飼育小屋を建てておこう。さっき建てなかったからな。飼育小屋は飼育エリアの近くじゃないと意味がないしね。それもこれまでやってきた経験から来ている発言だな。アトワークショップを建ててなかったから建てておこう。なんか研究したいものでもあるのか。今回の目標ではあんまり影響しないと思うけど、動物のストレスを考えてマジックミラーはあってもいいと思う。確かにそれはあった方がいいな。次はオカピのエリアを作っていこう。さっき言っていた奥の方ってここか。こっちはちょっと開けているんだよね。それでも入り組んだ段差は気になるところだな。それでもマシな方だと思う。産業廃棄物のドラム缶が見えてるから、後で対処が必要だな。忘れないようにしないと。大枠ができてきたが雪氷よりちょっと大きいぐらいのエリアか。そのつもり。こっちも後でスペースのチェックはした方が良さそうだな。そうしないと動物がストレス溜めて大変なことになるしね。こっちのエリアもこれで完成。エリアを作ったけど、さっき言っていた産業廃棄物を除かないと。あった。この白い点だな。これを取り除くと1200ドルもかかるんだ。除去して目標達成したな。これを全部取り除いたら結構お金がかかりそうだね。必要な分だけ取り除けばいいと思うぞ。左下の分はどうしようかな。一応近くに飼育エリアがあるし除いておこう。その部分もいずれ通路にするかもしれないから悪くない判断だと思うぞ。エリアの整備は大体終わったから、今度は人を雇おう。最低限獣医、整備士、清掃員、飼育員っていったところだな。そうだね。最後に獣医を配置して終わりかな。時間が止まったままなのでみんな宙に入れちゃってるけど。全く時間を動かしてなかったな。そういや勤務エリアの設定をしてなかったな。勤務エリアを設定していないスタッフは勝手に回ると思うが。今はスタッフに設定しないけど、いずれスタッフの割り当てができるように範囲は設定しておくよ。ほんと慣れてきたもんだ。安定して進めたいしね。これは目標と直接関係ないけど、ショップも立てておこう。お金に困るかもしれないしな。それだけじゃなくて来園者の幸福度のためにね。そういえばそうだったな。食べ物と飲み物、まずは一つずつ用意。後トイレだけど、こっちの方はスペースがないみたい。反対側に作るかな。食べ物屋の横にトイレよりはいいと思う。そうだよね。本当はこっちにゴンドラの場所を作りたかったけど、スペース大丈夫かな。一旦いいや。あとは動物を飼育エリアに配置したら準備完了かな。目的地までの歩道がありませんって出てる。なんでだろう。他を試したらどうだ。こっちもダメだ。素直に歩道の状況を確認した方がいいな。トレードセンターはトレードセンターの道も大丈夫だと思うけど、一応配置し直してみた。これで再チャレンジ。やっぱり歩道がありませんってなる。歩道はおかしいのかな。関係ないか。時間が止まっているのがまずいんじゃないか。じゃあ動かしてみて。これで再チャレンジ。配置できたっぽい。残りの動物も配置していけばいいな。オカピも配置しよう。
できてよかった。一時はどうなるかと思っちゃったよ。もうすぐ雪氷がやってくる。2頭目もすぐに来たな。本格的に動物園の開始だね。あとは動物に合わせてエリアの見直しをスタートしよう。それぐらいしかできることがないからな。充実品は無理だから、まずはエリア内の広さと地形かな。オカピの方もやってきたな。無事に入ってくれた。そして目標達成だな。4頭の動物をエリアに配置できたからね。ここからオカピの方もエリアを整備しないと。動物が最初から病気にかかってたみたい。ドミニクも動物に元気がないみたいなことを言ってたしな。実際何の病気にかかってるんだろう。オカピは不明か。気管支敗血症のようだな。病気が分かれば研究できるね。研究センターは建ててあるから研究してもらおう。今度は注意が足りなくなるぞ。その分新しく雇うよ。これで研究の間も動物の治療をしてもらえるね。飼育エリアが遠くになっているので、間に電力の準備をしておこうかな。ついでに水処理もできるようにしておこう。今まで脱水症状で何頭か死んでしまってるしな。あの頃の私は知識がなかったから。これでいいかな。大丈夫じゃないか。あとは整備士にちゃんとメンテナンスしてもらえるようにしておこう。これで飼育エリアに水道が引けるね。水問題は解決しそうだな。展示動物も準備しよう。資金繰りがやばくなった時用だな。そうだね。展示動物を売るだけでさっきの産業廃棄物処理代が稼げちゃうしね。確かにバカにならない金額だからな。ということで繁殖しやすい虫たちで。虫はダメだったんだろう。これも金のため。本当に有毒廃棄物を処理してしまうとは。バッテリーみたいな味の空気がきれいになっている。よし、全体としてみれば動物園の形ができてきたぞ。客は嬉しそうだし、何よりなのは来園した後に呼吸器疾患の発症を訴える者がほとんどいなくなったことだ。そういえば具合の悪い動物たちの看病もご苦労だったな。元気を取り戻したよ。保護して動物園に引き取ったのは得策だっただろう。動物園の外で動物をタダで見られるなんてもってのほかだ。ああ、最後にもう一つだけ。園内がだいたいきれいになったことだし、別の動物園からリンリンを連れてくる手はずを整えるつもりだ。ただし少し時間がかかるからまだ心配しなくてもいい。今はその他のことを心配していたまえ。展示場を準備している間に目標達成しちゃった。来園者数はコントロールできないからな。でも思ったより簡単に達成できてよかった。この後どうするんだ。展示動物の配置だけはやっておかないとね。それが終わったら今日はここまでかな。まあいいんじゃないか。途中で終わらせて後で困らないようにな。最後に教育ボードだけ設定しておこう。では次回もよろしくお願いします。まだ途中なのに。